皆さんこんにちは、シオネルです。本日はなんと憧れのカシオペアに初乗車。寝台列車の夜、ダイニングカーでの食事など、この列車でしか味わえない特別な時間が待っています。仙台を走っていた車両たちとの出会いも、最初で最後のカシオペア楽しんできます集合は上野駅。今回は仙台駅2泊3日コースで、仙台到着後の観光コースごとに分かれての受付です。特別な招待状を手に入れました。ウッキウキで入場を待ちます。最初で最後のカシオペアは母と2人で行ってきます。21時30分、ホームへと向かいます。今13番ホームに降りられるのは乗車証を持っている人だけ。もう特別感がすごいですよね。カシオペアという列車のことを知ったのは多分3年前くらいですかね。鉄道ファンの中にはずっと前から憧れ続けてきた人も多いと思うんですけど、私は比較的最近その存在を知って、いつか絶対に乗ってみたいなと思いを募らせてきました。豪華な設備はもちろんですが、夜行列車というロマン、そしてこんなにも多くの人に愛されているというところに心惹かれたんですよね。長年の夢というわけではないんですが、それでも今日この列車に乗れることが心から嬉しいです。なんと札幌行きの発車表があります。粋な演出だなと思って見ていたのですが、こちらは定期運行していた時代の実物なんだそうです。ここは旅立つまでのひとときを過ごす場として提供されていた五つ星広場。まもなく13番線に回送列車が参ります。出発約1時間前、いよいよやってきます。お下がりください。この列車は折り返し団体列車となります。お待たせいたしました。まもなく団体列車到着となります。機関車に押されてゆっくりとホームに入ってくるカシオペア。舞台の幕が静かに上がるような、そんな感じです。このバックで入ってくる方法なんですが、行き止まりの上野駅では機関車の位置を変えられないので、機関車が客車を押して運転する推進運転を行っているのだそうです。先頭車両カシオペアスイート内に乗車しているのは、推進運転を行う機関士さんの補佐を行う推進運転士さん。カシオペアスイートの客室先端にブレーキ装置があるんだそうです。列車の前に一列に並んでいるのは、今日からの旅を支えてくださる乗務員さんたち。ステンレスの車体にはカシオペアの大きなロゴ、そして走り続けてきた年月の気配がにじんでいますね。丸みを帯びていて、どこか宇宙船っぽさも感じます。あそこ赤く光るカシオペアのロゴがかっこいいですね。記念撮影もしていただきました。
あ、突然音がすごい大きくなりました。側面は青、紫、ピンク、オレンジ、黄色と5色のストライプ模様がシンプルでスマートな印象です。今回の E26 系客車を牽引する機関車はこちら EF8180 号機です。ヘッドマークが掲げられていて、この堂々とした姿が美しいです。今から乗車前に予約したお弁当を受け取ります。なんと昔ながらの立ち売り風です。初めて体験できたのでかなり嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。出発までの45分間のひとときをたっぷり満喫したので、いよいよ乗車します。緊張の一瞬です。この細長い通路を通る瞬間って結構いいですよね。2階建てになっているので、上下それぞれの部屋へは階段を使用します。カシオペアの客室は大きく分けて3種類で、私のお部屋はスタンダードタイプのカシオペアツインです。場所はなんと車単室、カシオペアツイン EX と呼ばれるお部屋です。うわ、ここだ。自分の部屋を知った時は本当に目が飛び出ました。初めてにしてまさかここが当たるとはと大興奮です。お部屋を紹介したいところなんですが、出発してしまうので、まずは皆さんにご挨拶をします。1999年7月にデビューして北海道と本州を結ぶ豪華寝台特急として人気を集めてきた E26 系寝台特急カシオペア。北海道新幹線が開業した2016年に定期運行を終えましたが、その後もツアー専用の団体専用臨時列車カシオペア機構として走ってきました。なんですが、客車の老朽化などを理由に6月28日のツアーを最後に寝台列車としての運行を終了することとなりました。それではごゆっくりとカシオペア機構の旅をお楽しみください。ではルームツアーを再開します。ここは各車両に2つしかないカシオペアツインの車単室です。まず見てください。広いです。台車がある関係で平屋となっているので、同じタイプの他のお部屋より広いんです。部屋の希望なんですが、これできないんですよね。なので、お願い神様と毎日静かに祈った甲斐がありました。まず重たい閉めて、これで終わりで、一応ね間違えました。で閉まってるのかな。おー、広い。うわ、天井もねすっごい高いです。目いっぱい手伸ばしても届かない。ジャンプしたら、ジャンプしなくてもこれぐらいで届く感じです。まず椅子が1つ2つで、こっちにも若干3つみたいな感じで、このね猫ちゃんのお家に登るステップみたいなのがあるんですけど、じゃん、こちらは上に3人目のベッドが現れます。荷物は1箇所かな。ちょっと荷物棚は1箇所かもしれないです。ここによいしょ、私のストックとお母さんのリュック、こんな感じです。これ危ないかな、横に置こうか。はいこれぐらいは置けます。入り口にはハンガーそして、じゃん、
ちら鏡、こんにちは。あ、すごい風が上から涼しい風が吹いてきます。これは冷房じゃなくて送風です。こちらに充電用のコンセントがついていて、こちらで送風のね調節をできたり、今強にしてます。で、暖房、アラームができたりとか、基本はサンライズと似ている、一緒なのかな。でね、さっきちょっと放送の音量が聞こえづらかったから上げました。他の明かりとかもここで調節できます。これ後で光るのがちょっと楽しみなやつです。下にはゴミ箱、その横にはじゃん、なんだこれはっていう感じなんですけど、引いてみます。よいしょ、じゃじゃーん。おー、お手洗い、すごい。お手洗いがついている個室に乗るのは初めてです。嬉しい。これをカチャって開くと洗面台に早変わりします。便利。コップと歯ブラシと石鹸は鏡の裏にあります。どうやって開けるかな。怖い。怖っ。どうやって開けんのやろ。あんまりビビらずいきます。よいしょ。結構強力なマグネットですね。はい、鏡の後ろにはコップと歯ブラシ、石鹸もありますね。ここにフックもあるので、メイクとか全部ここでできちゃうかな。で、カシオペア乗車してもう20分ぐらい経ちました。じゃん。こちらがカシオペア機構の乗車証です。で、後ろにはお座席と往路袋の日程、あと車内でのお食事のご案内などが各々のものがここに載っています。まずはベッドを組み立てます。どこから行きまずこっちから。まずこのテーブルを収納。よいしょ。収納して、じゃあまずこれを引き出します。よいしょ。おい、怒らせ。ほっ。じゃん。忘れるとこだった。このね、ベッドの下に、よいしょ、スリッパと、これあれですね、靴磨きが入ってるので、先に取り出します。意外とすぐ当たり外れました。よいしょ。はい。これで、まず片方が完成。これだけだとまだ若干、人一人はいけるのかな。これはいける。これはいけへんかもしれへん。で、次こっちです。こっちも。よいしょ。はい、はい。よいしょ。はい、さっき学んだので、よいしょ。押さえてね、ちゃんと下ろします。よいしょ。ベッドが完成しました。こう L 字に寝るわけなんですが、だいたい1人3枚分といった感じですね。ちょっと一回スリッパに履き替えて動きやすくします。よいしょ。よし。シーツを敷きます。枕と、あとガウン、それにタオルまであります。ガウンはね、後で着てみます。オッケー。もうこれで寝られます。じゃあガウンに着替えるので、もう閉めます。よし。ということで着替えました。どうでしょうか。カシオペア紫色ということで、なかなか斬新な色だなと思ったんですけど、着てみたらね、結構可愛いです。デザインが凝られてますよ。だってこことかポッケではないんですけど、ポッケ風のついてたりとかで、いいですね。じゃーん。はい、こんな感じです。快適に寝れそうです。はい、じゃあこのお部屋にしかない3人ベッドで
に3人目のベッドだけになりました。よいしょ。あー、よいしょ。すごい快適。いいですね。特別感がある。こんな感じです。どうですか？座るとね、ちょっと窮屈に感じるんですけど、子供だったら全然、でも大人でもこのサイズでいけるか。はい。今上のね、補助ベッドを出した状態で入ってみても、はい、こんな感じ。すごくないですか？全然狭くないというか、家で使ったことある2段ベッドより全然大きいです。こんな快適なんだ。じゃあちょっと今部屋を出まして、12号車の展望室に行ってみます。展望室というかラウンジ。階段を登ってハイデッカー仕様の展望車へ行ってみます。180度窓が広がっているので、わーっとダイナミックな車窓を楽しんだり、おつまみとかを食べながらしっぽりとした時間を過ごしたり、お友達などと楽しくお話しできる空間でもあります。この力強く引っ張って走る勇姿、見ているだけで胸が熱くなります。普段は見ることのできない車窓なので、ずっとここに座っていたくなりますが、譲り合って楽しめます。なんと今日は夜食のお弁当があります。復刻版米沢牛肉すき焼き弁当です。それではいただきます。美味しそう。卵から。すごい。どこの駅通過しても撮ってる方いらっしゃいますね。すき焼き好きにはたまらないお味ですね。こんにゃくとご飯ってあんま一緒に食べたことない。バラバラでもいいかも。こんにゃく大好き。美味しい。往路は上野駅から仙台駅まで約11時間の旅。夜行列車に乗って流れる夜景を眺めながら食べるお弁当は最高以外の言葉が見つかりません。電気消して食べない？いい？ありがとう。真っ暗で見えない。こうやって座っているところを見ると、ソファーの幅が結構広々としていますよね。車内というよりはリビングとしてゆったりとくつろげます。今日は雨で窓の外がちょっと見えにくいんですけど、きっとこれはカシオペアが鳴いているんだと思います。もうね、6月に引退が決まってラストランが始まる、今日から始まるみたいな感じだと思うので、なんだかんだしてたらもうね1時1時になってしまったんですが、これからメイクを落として寝ます。本当はねシャワーに入りたかったんですけど、シャワールームの争奪戦には負けてしまいました。なのでしょうがない、今日はシャワーは浴びれないので
拭き取り化粧水じゃないや、拭き取りクレンジングを持ってきました。なのでこれでメイク落とします。よいしょ。楽でいいじゃあメイクは落とし終わったので、後ろでお母さん寝てますもう一瞬で寝てしまいました。私もメイク落としたので、そろそろベッドに入ります。よいしょ。はい、よいしょ。今回の旅は雨が降っていたので、暗闇と水滴のコラボがなかなかちょっと車窓のね撮影が難しかったんですが、キラキラ光る街を駆け抜ける時間というのはとっても心地よくて、自然と眠気を誘いました。ではまた明日、おやすみなさい。よいしょ。おいしょ。5時40分、1回目の起床です。今は福島駅に停車中です。昨日の3時58分からなんと2時間停車していました。とはいえ揺れもそんなに感じずぐっすり。5時53分、仙台に向けて再出発です。ゴローンとしたまま窓の外を眺める朝はなんとも幸せな時間です。東福島駅に到着しました。ここでまた2時間停車するので2度寝タイムです。おやすみなさい。おはようございます。今は朝の7時4分。ぐっすり寝られました。今日はこれから朝ごはんがあるので準備を始めます。車内販売のベルが鳴り、乗務員さんが回ってきてくださった合図です。朝からありがたいですね。メイクをしながら貨物列車や新幹線の通過を見ていたら、あっという間にものすんごく楽しみにしていた朝ごはんの時間。急いで移動します。号車によってはミニロビーがあって、ここで過ごすこともできます。こちらの3号車がダイニングカー、食堂車でのモーニングです。いい匂いする。1階が厨房で2階が客席となっています。ドーム型の天井になっていて、窓からはたくさん光が入ってきます。テーブルクロスが敷かれた机が並んでエレガントな雰囲気です。ありがとうございます。うわすごいいいね、雰囲気が。座席は一番奥。なんだか今回は運がいいですよね。こういう場面で運を使えるのは嬉しいことです。洋風のブレックファスト、白いクロスに映えるカシオペアのロゴ入りプレート、テーブルには綺麗な一輪挿しもありました。優雅で上質なひとときです。この食事時間も2回に分かれています。これも選ぶことはできないのですが、私は2回目の方になったのでメイクをする時間がしっかりとあってよかったです。
この空模様に染まる車窓を横目にゆったりと食事を楽しむ旅の特別な味わいです。すごい綺麗に電柱が出る。食後はコーヒーをカシオペアのマグカップでいただきます。気づけば45分が経っていて、朝の穏やかな時間がこの後の旅にも心地よい余韻を残して過ぎていきました。お部屋に戻ってきたので、あと30分ぐらいのんびりタイムです。駅だけじゃなくて道からもすごい手振ってくれる人がいっぱいいる。今は9時26分です。あと10分くらいで、すごい本当にたくさんの方が道路邪魔にならない場所でねとか駅で撮影してます。そして皆さんね手を振ってくださいます。あと10分くらいで仙台駅に到着します。早すぎる。帰りも同じ部屋なんですけど、ちょっとベッドメイキングはないので行き場を失ってる。一旦荷物とかも全部持って外に出るので、ベッド戻しました。定刻通りに仙台駅に到着です。名残惜しいですが一旦降車します。ありがとう。列車を降りると素敵なお出迎え。この発表を見ると仙台に来たんだなぁと実感します。カシオペアをたくさん摂取して、ここからはコースごとに分かれて観光へ向かいます。ご覧いただくということで自由見学で実は無料なんだそうですね。まずやってきたのは仙台市電保存館。仙台の街を走り続けてきた市電の歴史を見て触れることができます。すごい。1番にして起動。変わった。こちらは大正15年に9450円で新造された車両です。今とのお金の価値の違いにも驚きますよね。戦前戦後約40年活躍していたそうです。すごいおしゃれ。ちょっと洋風。こんな感じだったんだ。下にちょっと強めに引っ張ってくる。2、3回。いいんですか？いいですよ。すごい。これがチンチン電車。30年ここで見守っている乗客を。助けられる。救助網って言って人を助ける。でもブレーキもかける。20何キロのスピードでも間に合わない時はこれに当たって子供さんが助かる。引き殺しっていうのはないわ。ない。この車両だけだよ。
そうですね。あっちとかもないですもんね。一応あるけど、飛ばされてしまう。これパンタグラフだってみんな Z パンダで風にも強いパンタグラフになってるけど、ほら大正15年になってこんなパンタグラフだよ。ポールか。棒状のほらこれ滑車でね、ガチャーっとこれ収めるだけ。ほら風吹いたらどうなる？本当だ。おお。外れちゃうで簡単に。川でも難しい。川にずれてますか？だんだん上手になってきた。明日になればもっと稲がね。帽子を貸してもらいました。すごい。これで運転席に入れます。こちらは仙台市電最後の新造車。運転室に入って見学することもできます。入りました。はい、お下へ落ちます。車掌さん、運転手があるんだよっていう。こうやって裏になってる。そう。はい、お釣り30円。1回、2回、3回。はいよってこういうふうに。あ、外にあったのはこれですね。あれあそこにあった。これは釣り銭入れ、10円のためですね。昼食を食べて、お次は栗田ミュージアムにやってきました。2007年に廃止された宮城県栗原市を東西に走っていた栗原田園鉄道について知ることができます。早速当時の雰囲気を残す旧若柳駅から片町浦信号所間往復 1.8km の区間をなんと実際に使用されていた車両に乗車します。入ってきた若柳駅駅舎は大正9年に建てられた駅舎が保存されているそう。あの頃というのが直接伝わる体験ですよね。3つの栗がレールを走る栗連らしいヘッドマーク。車内広告も含めタイムスリップしたみたいです。まだまだ盛りだくさんですよ。海峡体験をしたり、車庫にはキハ10型、下から覗いてみたり、すごい鏡でよく見えるようになってる。あれは全部ね、あれ1個で全部ね。そして高速機械が充実しています。ここで電車のメンテナンスをすることができるそうです。動力あれ1個、これは全部これ登録してる。初めて見たのですが、映画の世界にいるみたい。車輪が減ったり摩耗すると修理しながらここで車輪も変えたりですね。だからほとんど自前でいわゆる自営でやれたということです。リーデンの制服も着てみました。ワンポイント。本物にたくさん触れて一つ一つの歴史に思いを馳せる充実した時間でした。本日はメトロポリタン仙台に泊まります。すごい広い。なんとお庭にあのキャラクターの名前なんて言うんでしたっけ
駅名表にもいる伊達政宗おむすびくんがいます。夜は自由だったので隣駅まで歩いて宮城の海鮮をいただきました。おはようございます。現在は仙台駅前、ずんだシェイク買いました。やっぱ仙台に来たからには飲みたいということで、美味しい。5番線に参りますカシオペアですが、ドアが開くのは11時15分頃になります。強風の影響により入線が遅れていましたが、無事に到着。お待ちください。5番線とカシオペア号が11時15分頃ドアが開きます。到着時には昨日私たちが出たまんまの状態のお部屋が一般公開されていましたので、綺麗にしておいてよかったなと思いました。窓を閉めてた方が「うわー、窓が上がってる!」と悲鳴を上げていらっしゃいました。本日もよろしくお願いします。この車体に描かれた一つの流れ星、いくつもの思いが重なり合っていくうちに無数の星へと広がっていくように感じます。乗車するとお部屋のドアノブには追加のお水とブラウニーがかけられていました。この列車は事前に専用旅行商品をお申し込みされたお客様のみご乗車いただけます。これから出発します。上野駅では乗車する人専用のホームだったんですけど、ここはね、普通の今ね、多分通勤通学の方もたくさんいらっしゃるんですけど、日曜日だ。でもスーツの人いっぱいいるよ。あれ間違えた。日曜日だよ。日曜日だ。わかりませんけどどういうこと？スーツの人いっぱいいるよ。まあでもお仕事の人も多分たくさんいらっしゃると思うので、結構ね、動物園状態です。この通っていく最中にめっちゃ中を見られるっていうまあでもそれも寝台列車の醍醐味ですね。今日は中高列車ということで、初めて中高列車乗るので楽しみです。一旦ちょっと恥ずかしいので閉めておきましょう。写真を撮られる方もね、多分閉めてた方が撮りやすいと思うので。よし、帝国通りに出発です。たくさんのお見送り、みんなが笑顔になる瞬間です。マラソン大会。カシオペア乗車を楽しみたいという気持ちとともに、これで終わってしまうんだなという悲しさもあって、なんだか複雑な気持ちになります。ご遠慮ください。この列車では事前にシャワーカードをご購入のお客様のみ、
6号車の共用シャワールームをご利用いただくことができます。行きはすごい雨でどうなるかと思ったんですけど、なんとか帰りは持ってくれて嬉しい。青空が見えてます。川じゃない、田んぼだ。さっきすごかったですよ。ちょっと撮るのは一瞬でできなかったんですけど、田んぼのところに車がブワーッといて、警察もいて、多分ちゃんと管理されてるんだと思うんですけど、皆さん撮り鉄されてました。すごい。ということでですね、行きはちょっとねバタバタだったので紹介できなかったお土産をね見ていきます。じゃん。ちょっと楽しみにしてたのでまだ何も見てません。おお、太陽光パネルがすごいいっぱいある。じゃあまず行きにもらったお土産、お水が1つ1人1個あります。それとこのカシオペアの箱に入った笹川流れの塩ブラウニーです。開けてみよう。これいいですよね。今回私は母と2人で乗ってるので1個は大切に持って帰るっていうことができる。まあでも賞味期限までには食べたい。6月23日だから、まだ1ヶ月も先ありますね。これ綺麗に開けるの難しそうだから一旦やめよう。はい、じゃーん。これめっちゃ嬉しい。トートバッグです。開けよう。すごい JR 東日本商品化許諾済みって書いてあります。あれどこが開けあった。うわーめっちゃ嬉しいなこれ。いいサイズ。こちらのトートバッグ見えるかな、ちゃんと映ってるのかな。なんか映ってなさそう。すごいカシオペアのこのマークと走り始めた日。じゃん。本日の日付です。仙台上野間5月9日2025年昨日です行きにいただいたので昨日の日付ですかわいい。大切に使おうと思います。そしてじゃん、こちら。これなんだ。何か書いてない。ちょっと開けてみます。なんかクレヨンみたい。いきます。タラレラレラリン。あれなんか中身2つ入ってました。じゃん。おー、コースターです。しかもこれなんて言うんでしたっけ、お風呂場のマットとかで水すごい吸収してくれるやつのコースターすごいしっかりしてる。重量もあって、うわーかっこいい。カシオペアエンブレムのコースターです。裏はねコルクになってるので置くときにも置きやすい。違う柄だ。こっちは25周年版です。こうですね。じゃん。こんないっぱいもらえるんだ。嬉しい。すっごい天気がいい。うわ楽しい。宮城といえば萩の月の工場、これはもありますね。仙台にメーカーあり、工場だ。ということで行きのお土産はこんな感じでした。今は何駅に停車中ですか？今はですね12時23分大河原駅に停車中です。今から50分間ねここに停車し続けます。なので今のうちにね、写真揺れないから写真撮ったりとかいろいろ車内を満喫したいと思います。あともう一つ、こちら乗車記念のねポストカードもいただきました。
裏面は見てください。かっこいい。こんな写真を撮りたいものです。すっごくかっこいいです。側面に EU81 って大きく書かれたのが特徴的な95号機の写真です。今日ね、私たちを牽引してくれているのは80号機なのでちょっと違うんですけど、今日多分こういう写真をたくさんの方が撮ってくださってると思います。なのでツイッターでいっぱい探してみたいと思います。本日もお土産をいただきました。めっちゃ可愛い。これはポーチです。でね、カシオペアのロゴとお顔が書いてあるんですけど、夜行便と中行便すごい特徴が出てて可愛いですね。で、中にはジップロックに入ってる。あ、どういうこと？これもらっていいやつ？白いタオルが入ってます。これ今日使うやつとかじゃなくてどういうことや？でもシャワーカードないからジップロックに入ってるのを見たら、なんかサンライズのあの感じかなって。あれ？正解でした。あ、これ今日使うようですね。これ歯ブラシ入ってるから、待って、歯ブラシはいいとしてこっちはもらっていいのか、置いて帰るのか。昨日のタオルは置いて帰るはずです。でもこのポーチは絶対もらっていいはず。かわいい。動いた。結構これに停車してる間人が通っていて、動物園だったんですけど待機してるかな。いないのかな。あれ？大阪に誰もおらへん。もう撮影は終えたみたいです。じゃあもうね、1時11分お昼の時間なのでお弁当を食べます。じゃじゃーん、カシオペアスペシャル弁当です。もうこのね、包みから普段のお弁当とは違う高級感が出ています。おー、あ、三段重になってます。へえ。お品書きにはね、こう上野から青森県、上野から一番遠いところ青森県までイラストがついてるんですけど、これであれかな、ご飯でこのそれぞれの土地を表現しているのかなと思います。どうだろう。はい、では開けます。美味しそう。あ、これカニじゃないですか。天ぷら、カニの天ぷら入ってます。で、仙台の牛タンですね。そしてじゃーん、わー、贅沢お弁当ですね。お飲み物もついてます。いただきます。うわー、もうこういうの何から食べたらいいか迷っちゃいますね。健康的にブロッコリーから。うん、うん、カニの天ぷら、味噌べ揚げ、
仙台の牛タンです。昨日の夜ご飯は自由だったんですけど、牛タンではなく牡蠣を選びまして、今回の仙台旅で初の牛タンです。美味しい。何を積んでるんやこれは。やばい、食べられるかな。取りすぎちゃった。美味しい。なんか普通駅弁とかってテーマごとにね決められてて、いろんな具材を食べるっていうことはあんまりかなわないイメージなんですけど、これだけ種類があると最後まで飽きないですし、カシオペアもねすごいいろんな場所を通って贅沢するので最高ですね。畑斜めに走っていて、今こんな感じです袋のみで販売しているグッズを買いに来たんですが、大行列でびっくりしました。新幹線の高架が見えると、ここも新幹線ならすぐなんだよなって思いますが、今回は在来線の旅。時間をかけて景色の移ろいや街の表情を一つずつ感じながら進んでいくのもまたいいものです。今一旦展望車の方の売店に行ってきたんですけど、あと戻ってくるまでに30分かかりました。すっごい並んでた。渓谷通りに福島駅を出発です。強風の影響でなんかちょっと遅れたりもするのかなと思ったんですけど、普通に進んでる。カシオペアスター。普段は食べないようなおしゃれな味付けがすごい多くて面白いですね。車内販売でもおすすめのおつまみ牛タンを購入しました。ではごちそうさまでした。じゃあご飯も食べ終わったので、今から横になりながら、もう2時半でねちょっと時間がないんですけど、まったり過ごします。よいしょ。うい。郡山駅に到着。車両センターがあるので、いろんな車両と出会えて面白いです。郡山駅ではとっても素敵な自作の横断幕でのお見送りもありました。カシオペアの後継というわけではないみたいですが、つい最近発表された新しい夜行特急列車となる E657 系が見えます。夜の鉄路を走る新たな列車が生まれることにやっぱり胸が高鳴りますね。長く愛されてきたカシオペアの旅と新しく生まれる夜行特急、
そのバトンタッチの瞬間に立ち会えたような気がして嬉しくなりました。そういえばですね、このテーブルを使ってなかったのでちょっと使ってみようかなと。パイプを差し込み、下のレバーを上げてロックしてください。パイプを差し込み、どこに重たいパイプを差し込み、重たい。どこに差し込むん？どう差し込むん？どこに差すのかがわからなくてやっと見つけました。ベッド L 字のここに多分差し込むんだと思います。あ、ちょっと危ない、こう向きやな。パズルやってる気分。なんかベッドの状態じゃ無理みたいだったのでちょっと一旦ベッドを片付けます。よし、シーツを剥がして、よいしょ、よいしょ。やっとあらわになったこの姿、ここにね差し込みます。よいしょ。結構重たい。よいしょ。こう？これだってここに差し込むんじゃ。ちょっと残念なことに本当にどうしたらいいかが全くわからなかったので諦めました。なんかこれがまず開いてくれないのでパイプが差し込めないんですよ。いろいろやってみたんですけどわかんないので、もし添乗員さんとかにお会いできたら聞いてみます。やばい、最高。ワゴン販売は3回も来てくれましたね。さっき焦ってたけど全然焦る必要なかった。シャワー室が故障で使えなかったり、車内放送が流れなかったりと少しトラブルもありましたが、力を振り絞って走る姿にこの列車の歩んできた時間を感じます。何にもしないでゴロゴロしながら景色を眺める、こういうのがいいんですよね。3号車のダイニングカーが見学できるように開放されたので来てみました。別の席から見える景色や雰囲気もいいですね。ここに来るとなんだかおしとやかになります。補助テーブルの使い方が分かりました。もう列車も降りる時間に迫ってるんですけど、これを上げて伸びた、これがねずっと分かんなかったんですよ。3つ目のテーブル完成しました。これ結構椅子に近くて使いやすい、一番使いやすいかもしれないです。よかった、判明して。興奮してブレてしまったのですが、車両センターからもお見送りしてくださっていました。嬉しい。沿線からは本当にたくさんのお手振り、手振ってくれた。この列車がどれだけ多くの人に愛されてきたのか、その一つ一つの手のひらが教えてくれているようで胸が熱くなります。
もうすっかり都会の景色になってきました。乗車時間もあと1時間というところですっごく寂しいんですけど、最後ねこのカシオペアのオリジナルケーキを食べながら車窓を眺めながら時間を過ごしたいと思います。すごい濃厚なチョコレートブラウニーケーキ。最初はお昼の時間帯で8時間ぐらいの乗車なんてたっぷり満喫できるねって思ってたんですけど、もうあまりにもあっという間で、もう終わっちゃうと思うとすっごい寂しいです。まだまだ足りないですね、やっぱり。さて、今回の旅にかかった金額ですが、2人で3万6000、嘘間違えた、2人で36万4000円です。人生で一番高い列車旅です。実は乗りたいけどツアーがないんだよねと話していた次の日、まさかの最高決定のニュースがありました。6月で引退と知り、どうしても乗りたくて争奪戦に参加したのですが、私は撃沈しまして、代わりにお母さんが頑張って予約を取ってくれて、憧れのカシオペアに乗ることが決まりました。こんなにも早く憧れが現実になるなんて思っていなかったので、もう乗車日まで毎日そわそわしていました。山形新幹線通ってた。すごい青春してる女子高生がいる。わあ、すごい、めっちゃいっぱいいる。あ、もう30分切ってる。きらびやかな特別感の中にもどこか懐かしくて優しい時間が流れていた3日間が終わりを迎えようとしています。長い年月を走り続け、たくさんの人たちの物語を乗せてきたカシオペア。窓の外の景色を眺めながら、その物語の一辺に自分もそっと加わることができたんじゃないかなと、そんな気がして、この特別な出会いに感謝したいです。あ、見えた、スカイツリー。本日は JR 東日本ビューツーリズム&セールス団体臨時列車カシオペア機構東北本線経由の上野行きにご乗車いただき誠にありがとうございました。ご乗車の列車はあと10分ほどで終点上野駅に到着いたします。嫌だね。今回のカシオペア機構のご旅行が皆様にとって素敵な思い出の1ページとして胸に刻まれることをカシオペア機構運行に関わる社員一同お祈り申し上げます。最初で最後のカシオペア、本当に楽しかったです。もう乗ることはできなくてもずっと心の中に輝き続けてくれると思います。本当に楽しかったです。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。